こんにちは。琥珀と水のゆるっと談話会へようこそ。今回は、主に理数系の大学生にぜひ試してほしい7つの勉強法を紹介するよ。最後のはあまり数学に関係ないかもだけど、早速行ってみよう。一つ目は、川東式セミナーです。つまりノートとかをあまり見ずにセミナー発表をすることです。なぜこの名前がついているかというと、東大の川東先生のホームページに書いてあるからだね。自主ゼミではやったことがなかったのですが、3年後期からの先生とのセミナーでやっていました。やろうと思えばできるのかな？最初は、まず発表ノートを作って、ざっくりした内容の順番を覚えて、その後に自分一人でホワイトボードで練習していたよ。そうしたら何とかできたよ。今は結構早く準備できるようになったよ。内容によっては完全に見ないのはちょっと難しいものもあるかもね。重工点くらいの結び目の図式が出てくる回とか。でもなるべく見ないで発表することで概念を頭の中で再構築することができるのでおすすめです。2つ目は学生の集まりに参加することです。私は大学1年生の時から大学の自主ゼミサークルに入っていたのですが、そこで先輩同級生後輩からたくさんの刺激をもらっていろいろと勉強をすることができました。リムスに受かってすごい、と言われることもあるのですが、そう言ってくれる周りの人たちの方が私より数学ができる気がしています。自主ゼミ自体のいいところは何かな？発表を通じて自身の理解が深まること、勉強したいことに対しての強制力が生まれること、複数人で考えればわからないことが早くわかるということに加えて、自分と異なる他の人の思考がわかるのが良かったです。あと、数物セミナーという学外のイベントに参加したのも良かったです。そこでは参加者同士で行うゼミだけでなく、夜ゼミといって各々の話したい人が好きなことを話す時間もあって、日本全国の人から刺激をもらうことができました。3年の冬にはアド部にも参加しましたが、テキストが難しいし、他の班員がすごいできる人で心が折れそうでした。3つ目は、数学セミナーや数理科学といった数学の雑誌を読むことだね。3年の秋頃から、セミナーを見てもらっていた先生に勧められて定期的に読み始めました。最初は1週間に1冊くらいずつ読んでいたのですが、4年生になってからは飲酒勉強もあったけど暇になったので1週間に3日くらい、1日1時間くらいを雑誌を読むのに当てていました。1時間でどのくらい読めるのかな？だいたい今は1時間で1冊の半分を目安にしていて、それより遅くじっくり読むよりかはいろいろなものを読むことを優先しています。パッと読んですぐわかるところだけ読めばそのくらいのペースになるかな。読むときにメモとかは取ってるの？ルーズリーフかノートにメモを取りながら読んでいるよ。記事の著者の名前とか、広告に出てきた本で面白そうなのとかもメモしています。自分がどんなことに興味があるのかについてのアンテナを張っておくことが大事なんだね。大学院選びにも役立ったと思うよ。4つ目は、解説記事を書いたことだね。解説というか、分野の紹介というか、さっきも出てきた自主ゼミサークルのイベントで、各メンバーが何かしらの記事を書いていて私も参加しました。その時に書いたのは多様体とグラフ理論についての話です。それまでいろいろ記事を読むことはあったけど実際に自分で書いてみると意外と大変だなって思いました。良かった点は、読み手のことを考えて書くことで、自分の理解が曖昧なところに気づくことです。それに、普段のセミナーより広い範囲の使ってちゃんと順番を立ててまとめないといけないから、概念を整理する力がつきそうだね。5つ目は、飲酒前に今まで勉強したことのまとめノートを作ったことです。なんでそれをやろうと思ったの？飲酒勉強をしていた時に、口頭試問対策で復習した方がいいと思ったからと、筆記試験の専門の問題がよくわからなくてまずは基礎事項を復習した方がいいと思ったからだよ。紙のノートに書いたの？iPad に書いたよ。大学の研究室の予算で最新の iPad を買ってもらえたので、そこで GoodNotes を使って書きました。紙のノートより自由にページを追加できるし、Apple Pencil Pro を使えばペンと消しゴムの切り替えが超早いし、全部で600ページくらいになったけど持ち運びやすかったので iPad で良かったと思っています。特に飲酒本番は東京から京都に受けに行ったので、機械外も結局書いたのかな？線形代数とか微積、
位相とかも復習したことはノートに書いたよ。今でも、線形代数で忘れちゃったこととかがあるときはそのノートを見返して調べているよ。他にも4年でやったセミナーの内容、群論、基本群とかもまとめました。特に、最初に多様体とかホモロジーを勉強し始めたときはそこまで数学の勉強に慣れていなかったので、1年くらい経ってから復習したことで理解が深まってよかったです。6つ目は指導教員選びです。これは院ではなく大学4年生の時の指導教員についてです。分野より相性を重視すべきという意見もあるよね。研究室見学に行った時に、セミナーを見学させてもらえることもあるよね。その時にどういうところを見ればいいのかな？今だからわかるけど、川東式なのかそうでないかとか、先生がどのくらい質問してくれるのかとかだな。なるほどね。私が結局入ったところは新しい先生で、上の代の学生がゼロだったので見学はそもそも無理だったところでした。でも、先生と話した時に直感的に、この先生のもとで勉強するのが良いと思って選びました。結果的に数学の勉強の心構えから演詞についてまでいろいろなことを教えていただきました。わあ、早稲田の機関理工の数学科の場合、3年の秋に希望者が受けられるセミナーがあって、12月頭に指導教員の希望を出して、4年の4月から配属されるという流れだね。私は3年の12月時点で大学院での専門は今はまだ決められないだろうなと思って、最初から大学4年での研究室と院からの研究室は別で考えていたよ。最後の7つ目は、なんとランニングだね。3年生の夏休みくらいからちょっとずつ始めました。なぜ始めたかというと、頭を良くするには有酸素運動をするしかないと思ったからです。もともと運動はしていたのかな？中高文化部で体育の授業もマット運動以外苦手だったよ。よく続けられたね。運動が大事とはいろいろな本に書いてあったけど、始めなきゃと思ったきっかけは、テッドトークのこの講演で、生物系の研究者の方が運動を始めたら研究費申請の書類がスラスラ書けるようになったというエピソードを話していたことだよ。この講演によると、心拍数を上げるような運動を週に30から40分くらいの3、4日行えば良いそうだね。効果があったのかどうかは自分ではよくわからないけど、1年続けてリムスに合格できたので良かったのではないでしょうか。きっとランニングのおかげだよ。今日は以上の7つのおすすめの勉強法を紹介しました。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。またね。